はい、スタジオバリアビリスです。今日はベゴニアの増殖方法ということで、茎伏せ、葉柄挿し、葉挿しをやってみたいと思います。さあ、では早速やっていきます。はい、まずは増殖するための素材を採取します。節管、節と節の間を節管というんですけども、節管の下の方、はい、節管の下、この下の節のちょい上ぐらいで切ってあげてください。はい、こっちも切ります。切り口を見てほしいんですけど、こういうふうに節の少し上で切ってます。っていうのが、植物っていうのは節から上を切られると栄養っていうのは節までしかいかなくなります。余った部分ですね、ここには栄養がいかなくなるので、いずれここは枯れます。しぼんでいったり、ここでいきなりポロって落ちたりします。まずね、茎伏せをします。切った方、根っこがないので水を吸い上げる効率が悪いんですね。少しは吸い上げてくれるんですけど、根っこがないので水をねそれほど吸い上げることができません。どこのエネルギー使って根っこを生やすかっていうと、この植物に残った部分、切られたこの体の中に残った栄養を使って細胞が根っこを出させるんですよね。ここが長いほど茎伏せをする場合は効果を発揮します。はい、茎伏せをする場合、葉っぱを切ります。残しといてもいいんですけど、さっき言ったように下からここまでが必要なので、ここから上は短くていいんで、ここを切ります。これを水苔に伏せてやります。はい、水苔を用意しました。だいたいね1センチ 1.5 センチぐらいかな、1センチから 1.5 センチぐらい水苔を入れた容器を用意します。これは100均で200円で売ってる瓶を買ってきました。というかブリさんっていう方からいただきました。これに関しては、はい、ブリさんありがとうございます。さて、茎伏せをします。先ほど切ったこちらですね、茎をここに置く。でこの時に重要なのが、上を短くしたもう一つの理由が、上と下が分かりやすいんです。節から下側が長い、こういう風に生えてたので、下を長くしておくと下がどちらかっていうのが分かりやすいです。で基本的に植物というのは下から上に水を吸い上げるようにできているので、下側から水を吸収します。この切った状態でも、この切り口から根っこよりは吸い上げる能力は劣るんですけど、水を吸い上げてくれますので、この下側をちゃんと埋めてやる感じです。斜めに刺す感じですね。はい、こういう風にこんな感じでね、ここがちゃんと埋まってる状態にしてやります。でしっかり押さえつけてやってください。こういう風に埋まる感じですね。半分ぐらい埋める感じで、これでもう完成です。ここの状態でどっから根っこが生えてくるかというと、まずここの切り口から根っこが生えてきます。あとここの節のところからも根っこが生えてきます。そしてこの節から芽が生えてきます。はい、これで茎伏せが完成です。はい、次、さて続きまして、葉柄挿しというものをやってみます。葉っぱの付け根から出てる茎のことを葉柄って言います。ここを水苔に刺してやるっていう感じです。でここから芽と芽が出てきたりするんですけど、たまにここから生えてくる場合もあるんですよ。新しい芽がね。葉柄挿しをやります。葉柄挿しのやり方は、蒸散を抑えるために葉柄と葉っぱのくっついてる部分ですね、ここですね、ここを中心に円状に切ってやります。はい、こんな感じで葉っぱを小さく切りました。これでこの葉柄の先っちょを水苔に刺してやる、それだけです。はい、こんな感じで刺します。これで葉柄挿し完成です。ちょっと横いとこっちにしよう。これではい、茎伏せと葉柄挿しができました。次、葉挿しですね。この葉っぱはね、十分成長したやつを使ってください。これも葉柄挿しもできるんですけど、これは葉挿しでいきます。葉挿しの場合どうするかっていうと、葉柄を使わずにこの葉脈があると思うんですけど、この一番太い葉脈を探してください。葉柄の付け根から一番長いところ、ここの先っちょまでが通ってる葉脈が一番主の葉脈ですね。これを残して切ってやります。はい、どうするかというと、ここで切ります。
でここにもね一応葉脈通ってるんで、こことここに通ってるんですけど、この間で切ってあります。はい、間でここで切ってあります。はい、これ傭兵刺しにできます。これで傭兵刺ししておきます。ここでね。でこっちの方、この間で切ります。はい、こういうふうに切りました。これは外しできますね。これをもう刺しておきます。ちょっと長いな、ちょっと長いのでこれも切っちゃいます。端っこ刺しておきます。これ邪魔やな。これはまた別で使います。こういうふうに刺しておきます。はい、さらに分割できます。切るときは三角で切ってください。矢印状にって言ったらいいのかな。こういうふうにね、これも外してきます。でこれも切ってやります。はい、こんな感じで切れました。これ全部外していきます。はい、できれば少しだけ水苔を手に持って、この葉っぱのこの葉の先を包んでやる感じで、こう挟んでやる感じで、そのまま水苔に植えてやると植えやすいです。はい、こういうふうにね。はい、葉刺しと傭兵刺しと茎伏せができました。こんな感じですね。ベゴニア1株からたくさんこういうふうに増やすことができるんですね。ということで今日はベゴニアの増殖の方法でした。またね、これ経過報告したいと思います。それではさよなら。